はい。突然お電話して申し訳ありません。私、動物保護団体職員のスーザンと申します。今回、ハーレーの里親募集を開始し、あなたが提出した里親申込書を読ませていただき、お電話いたしました。いくつかあなたにお聞きしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。構いませんよ。ありがとうございます。あなたは、2年前の深夜、保護施設に足を運び、100ドルと一緒に私に子猫を預けられた人ですか？ニュージーランドの首都ウェリントンの北東にあるロワーハット市。ここに猫の保護活動や里親探しを行う動物保護団体があります。団体の創始者の名前はスーザンさん。彼女は自宅を保護施設に改造し、寄付を頼りに無給で動物の保護活動を続けているのです。ニュージーランドは全世帯の約半分が1匹以上の猫を飼っている猫が大好きな国家。一方で数が多いだけに不幸な境遇の猫も少なくありません。スーザンさんはそんな猫たちを一匹でも多く救いたいと考え、毎日精力的に活動しているのです。今から2年前、この頃はスーザンさんがまだ動物の保護活動を始めたばかりの頃でした。毎日夜遅くまで自宅で雑用をこなすスーザンさん。その日は日頃の疲れからか、ベッドに入るとすぐに眠りについたのです。そんなスーザンさんの眠りを妨げたのは、家の外から聞こえてくる玄関の扉を強くノックする音でした。時計を確認すると午前3時過ぎ。こんな時間に一体誰かしら。不審に思いながらも自宅が保護施設を兼ねているため対応しないわけにはいきません。そしてスーザンさんが恐る恐る玄関の扉を開けると、目に入ってきたのは薄汚れた服を着た背の高い男性の姿だったのです。男性の顔はひげに覆われ、服から見える肌にはどこもタトゥーだらけ。深夜に訪問されて安心できる見た目ではなかったのです。すると不意に男性が服の中に手を入れました。思わずスーザンさんは身構えましたが、彼が取り出したのはなんと一匹の子猫だったのです。こいつにはあんたの助けが必要なんだ。そう言って男性は事情を話し始めました。この夜、男性はあるパーティーに出席していました。そこでひときわ盛り上がっているグループを見つけたのです。あまりに盛り上がっているので、男性もその輪の中に入ろうと思い近づくと、なんと数人の若い女性たちが子猫で遊んでいたのです。女性たちは子猫を次々に手渡しながら、まるでぬいぐるみのように扱っていました。体力のない子猫は見るからに弱っていたのですが、アルコールが入っているせいもあるようで、女性たちはそんな子猫のことはお構いなしだったのです。男性には彼女たちの行為を許すことができませんでした。その後注意してみましたが、一向にやめる様子はありません。このままでは子猫の命に関わるかもしれない。そう思った男性は文句を言う女性たちから子猫を取り上げたのです。しかし彼には弱った子猫を助けるための知識がありませんでした。そこで思い出したのがスーザンさんが立ち上げた動物保護施設だったのです。あんたはこういう猫を助けているんだろう。子猫を受け取るとスーザンさんは力強くうなずきました。大丈夫。任せてちょうだい。それでこの子の名前は？
こいつの名前は言いたくない。どうして？あんなひどい連中のつけた名前は呼びたくないんだ。こいつだってそう呼ばれたくないはずだ。いつの間にか男性の目には涙が浮かんでいました。子猫の受けた扱いを察したスーザンさんは、それ以上詳しいことを聞くのをやめ、私に任せてちょうだい。と男性に力強く言ったのです。その後、男性は子猫の助けにと$100をスーザンさんに渡し、名前など詳細なことは一切伝えず、バイクで去っていきました。この話を聞いた施設のスタッフとスーザンさんは、子猫にハーレー、そして男性のことをハーレーの天使と呼ぶようになったのです。その後、ハーレーは子育て中の保護猫に育てられることになりました。すると、みるみる元気を取り戻していったハーレーでしたが、彼の体にはある不思議なことが起こっていたのです。他の子猫たちは成長していくのに、ハーレーの大きさはほとんど変わりませんでした。生後10週ほどになったハーレーの体重は320グラム。一般的な同じ年齢の猫の平均体重が1キロだったにもかかわらず、ハーレーはなかなかその体重を増やすことがなかったのです。私と保護スタッフは、ハーレーを動物病院に連れて行き、獣医さんの検査を受けさせましたが、その原因がはっきりとわかることはありませんでした。保護してくれたハーレーの天使である男性の話では、生まれてすぐに人間から心ない扱いをハーレーは受けていたようでした。虐待を受けた猫は人間に不信感を持ち、攻撃的な性格になると言われています。ハーレーも愚かな人間のせいでそんな猫になってしまった被害者だったのです。ですが、ハーレーは私や保護スタッフたちの愛情を受け、人間への信頼を取り戻してくれました。そんな小さなハーレーは、今はとても甘えん坊な子猫で、いつも保護猫たちに抱きつき、スタッフたちにもぴったりと寄り添う、とても愛らしい猫へと変わってくれたのです。そして現在、2歳になったハーレーの体重は 1.3kg。その姿は生後12週の子猫サイズで相変わらず小さいまま。ですが元気いっぱいに施設の中を走り回っています。ハーレーは見た目と中身が全然違います。その姿は保護してくれたハーレーの天使と一緒なんです。そう笑うスーザンさんに寄り添うハーレーはとても幸せそうです。こうしてハーレーの天使に救い出され、スーザンさんに愛情を与えられたハーレーは、今では保護施設を訪れる人々に可愛いその姿を見せてくれています。ハーレーがもう少し成長したら、今度は彼の里親を募集しようと思っています。ですが募集を開始したと同時に、ハーレーの里親は決まってしまうことでしょう。なぜなら連日のようにハーレーのことを聞き、里親募集の開始はいつなのかという問い合わせをいただいているからなんです。ですが私はその募集を開始する日を、なんとかあの男性、ハーレーの天使に知ってもらいたいんです。きっとハーレーもそれを望んでいると思いますし、あの男性なら絶対にハーレーを幸せにしてくれると私は信じているからです。それから数週間後、とうとうハーレーの里親募集が開始され、スーザンさんたちはハーレーの里親希望者が提出してくれた里親申込書に目を通していました。すると数十枚あるうちの1枚の書類に貼られてある男性の写真に、スーザンさんは目が釘付けになったのです。この人ってまさか。そう思い、スーザンさんは
まだ目を通していないすべての里親申込書を放り出して、すぐに男性の写真が貼られている書類に記載されている番号に電話をかけました。はい。突然お電話して申し訳ありません。私、動物保護団体職員のスーザンと申します。それから数分後、スーザンさんが言うように、ハーレーの里親は募集を開始したその日に、スーザンさんや保護施設スタッフ、そしてハーレーが望む最高の形で決まったのです。